持ち悪い注視できた元ジャンポケサイト不同意性交罪実刑不可避。不同意性交等罪は5年以上の懲役、つまり執行猶予がつかない。有罪イコール実刑。示談金2500万円を提示も拒否され、相場は数百万円なので異例の高額。もちろん損金算入付か消費税控除付か、しっかり税金は払ってもらいます。説上仮説。さてこのジャンポケサイト新次被告の裁判についてこれまでの経緯と論点を整理します。1、事件の経緯。事件は2024年7月、新宿区内に停車中のロケバス内で発生しました。発生状況。ロケの合間、車内に被告と20代の被害女性初対面の2人きりになった際、性的暴行に及んだとされています。発覚。事件直後、女性が母親や交際相手に LINE で相談し、その後警察へ被害届を提出。経過。2024年10月に書類送検。吉本興業から契約解除。2025年3月に不同意性交等罪と不同意わいせつ罪で在宅起訴されました。公判。2026年3月13日の初公判で被告は同意があったと思っていたと無罪を主張。続く17日の第2回公判では被害女性が実刑を求めると涙ながらに証言しました。2、刑事罰と裁判の焦点。最大の焦点は恋の有無と拒絶困難な状況であったかです。検察側の主張。芸能界での影響力という社会的地位を利用し、女性が拒めば不利益を被ると畏怖して抵抗できなかったと指摘。弁護側の主張。相手も好意を持ってくれていると誤信していたとして犯罪を犯す意思故意がなかったと反論。裁判の鍵。密室のため事件直後の LINE や被害者の供述、ドラレコ等の周辺証拠から当時の状況がいかに不同意であったかを裁判所がどう認定するかがポイントです。3、示談金2500万円。提示された2500万円という金額は実務上極めて異例の高額です。相場との比較。一般的な性犯罪の示談金は数十万300万円程度、重いケースでも500万円前後が相場です。1000万円を超える提案は通常の損害賠償の枠を超えています。提示の意図。弁護士の分析では単なる慰謝料ではなく芸能活動継続への理解優助や実刑回避執行猶予獲得を狙った対価としての性格が強いとされています。被害者の反応。女性側はこの提示を拒否しており、お金で解決できると思っていることが許せないと処罰感情を強めています。4、過去の判明。不同意性交等罪は原則として初犯でも実刑になりやすい重罪です。法定刑の壁。この罪の加減は懲役5年です。執行猶予がつくのは懲役3年以下の判決に限られるため、裁判官が情状酌量示談成立などで大幅に減刑しない限り刑務所行きとなります。判明の傾向。示談が成立せず、かつ被害者の処罰感情が極めて強い場合、過去の類似事件、旧強制性交罪含むでは懲役5年前後の実刑判決が下されるケースが多く見られます。5、不同意性交罪法改正の意義。2023年の法改正により暴行脅迫がなくても処罰されるようになりました。拒絶困難の明文化、経済的社会的地位の利用、不意打ち、心理的拘束など8つの類型が示されました。本件への適用。今回のケースはまさに地位の利用や不意打ちが該当するかどうかが新法下での重要な判断基準となっています。6、コメント世論の反応。ネット上やニュースのコメント欄では以下の3つの声が目立ちます。二重の裏切り。過去にいじめ被害を語っていた被告が加害者になったことへの強い落胆。示談金への嫌悪。高額な金銭提示を口封じや保身と捉える批判的な意見。信奉支持。ノーと言えなかった事情を汲み取る法律の利用を支持する声。7、税金。2500万円は以下の扱いとなります。もらう側被害者。心身の損害に対する賠償のため全額非課税。払う側被告。プライベートな犯罪による支出のため所得税の経費には一切ならず消費税の控除も受けられません。8、受刑者1人にかかる税金。懲役5年の実刑判決を受けた場合、1人の受刑者を収容するために投じられる公費税金は5年間で合計1500万円程度と見積もられます。内訳や算出根拠は以下の通りです。受刑者1人当たりの年間収容コストは約300万円と言われています。5年間の総額約1500万円。主な経費の内訳。食費1日当たり約540円、年間約20万円。その他医療衛生費、診察代、薬代、衣服、日用費、光熱水費、刑務所内の電気、ガス、水道代、管理運営費、刑務官の給与、施設の維持管理、警備費用などです。税金の使われ方として受刑者は刑務作業労働を行いますが、それによって得られる対価作業報奨金は非常に安価、時給数十円数百円程度であり、自身の収容コストを賄うには到底及びません。つまり年間300万円から作業収益を差し引いた大部分が市民の税金で賄われているのが実情です。期間推定コスト税金。1年間約300万円。サラリーマンの平均的な納税額を大きく上回る。5年間懲役5年約1500万円。被告が提示した示談金2500万円の約6割に相当。被告側が無罪を主張し示談も成立せずに実刑判決となった場合、結果として多額の公費が投じられることになります。これに対してはネット上でも自分の過ちのツケを税金で払わせるのかといった厳しい意見が見られる一因となっています。9、示談不成立から損害賠償。斉藤被告が提示した2500万円という額は
あくまで刑事罰を軽くしてもらうための条件を含んだ金額であるため、示談が決裂した後の民事裁判では考え方が大きく変わります。示談が成立しなかった場合、被害者は主に以下の2つの方法で損害賠償お金を求めます。損害賠償命令制度。刑事裁判の判決が出た後、引き続き同じ裁判所に損害賠償の審議をお願いする制度です。改めて民事訴訟を起こす手間が省けるため、性犯罪の被害者が利用することが多いです。民事訴訟別途提訴。刑事裁判とは別に民事裁判として訴える方法です。10、民事の金額はここが大きなポイントです。示談で提示された2500万円がそのまま認められるわけではありません。民事の相場。不同意性交等の慰謝料相場は一般的に100万300万円程度とされています。高額化の可能性。悪質性が高い PTSD を発症した仕事ができなくなった人の事情があれば増額されますが、それでも1000万円を超える判決は過去の判例でも極めて稀です。被告側の試練は、被告は実刑を避けたいから2500万円出すと言っていましたが、示談が決裂して実刑判決が確定してしまえば、もう実刑回避のために高額を払う動機がなくなります。そのため民事では相場数百万円の範囲でしか払わないと主張を変える可能性があります。11、被害者の実刑を求めるという選択。今回被害女性が2500万円という大金を蹴ってまで実刑を求めたのは、お金よりも被告が刑務所に入るという社会的肉体的な制裁を優先したという強い意志の表れです。示談成立の場合、被害者が許す宥助とサインするため執行猶予がつく可能性が高まります。示談不成立の場合、被害回復がなされていないとみなされ、裁判所は実刑判決を下しやすくなります。被害者が示談を拒否し続けている現状、斉藤被告はお金を払って解決するチャンスを失いつつあり、重い実刑判決と金額は下がるが民事での賠償命令の両方を背負うという最も厳しいシナリオに向かっていると言えます。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。